彼の名はジェームズ・カーター。45歳の老練な経済記者であり、無意識のうちに、強国の物語を信じて生きてきた男。父の背中に焼き付いたデトロイトの工場、火花を散らす溶接音、誇り高きアメリカの製造業。だが、真実は音もなく変質していた。ある秋の午後、カーターは米中の貿易摩擦を分析していた。だが彼の目を釘付けにしたのは、台湾や中国ではなく、全く別の存在だった。数字は感情を持たない。だが、時にそれは、どんな叫びよりも雄弁に語る。世界の債券保有国ランキング。そこに静かに並んだ日本の名前。約1兆ドル。その桁がもたらす重量感は、冷たいグラフに不気味な温度を宿らせた。カーターの胸に何かが刺さった。なぜ報道されていない。彼は目撃してしまったのだ。嵐の中で、ほとんどの国が後ずさるとき、日本だけが歩み寄っていた事実を。2008年の金融危機、2020年のパンデミック、静かに、確実に、後退ではなく前進を選んだ唯一の国。この静寂の中にこそ、何か巨大な意志が宿っているのではないか。そう思ったとき、彼のジャーナリストとしての嗅覚が転化した。これは物語ではなく、構造だ。サラ・ジョンソン、カーターの同僚にして、現実主義の経済アナリスト。彼女の反応は率直だった。変ね。でも日本ってもう終わった国じゃないの。失われた30年。縮小する人口、高齢化、消費低迷。すべてが日本の終焉を証明するかのような言説。だが、数字は嘘をつかない。むしろ、言葉よりも静かに真実を語る。真実は時に理解を拒む。なぜなら、それは信じたい物語に水を差すからだ。ロバート・ウィルソン、米財務省の元高官は、重苦しい沈黙の後、ぽつりと語った。もし、あれがなかったら、アメリカ経済は持たなかったかもしれない。言葉を濁す彼の小姉には、過去への感謝と、どこかしらの周知が滲んでいた。静かな影、世界の裏側で、誰にも知られずに支える手。だが、それはただの献身だったのだろうか。それとも、より深い、哲学的な覚悟の表れだったのか。ゴールドマン、サックスの元アナリスト、デイビッド・チェンは別の角度から切り込んだ。これはルールだ。決まってるんだよ。最初から。何のルールか、誰が決めたのか、誰も知らない。だが、日本はそのルールに従い続けている。その姿は、まるで物語の中の守護者。だ。人目につかず、報酬も求めず、ただ秩序と安定のために機能し続ける存在。君はそういう人を知っているだろうか。家庭で、職場で、誰も見ていないところで、支えることを選ぶ人間を。ロンドン、マーガレット・スミス博士の言葉は、文化の根底に触れるものだった。日本は、世界全体の安定を、責任、として受け止めている。そんな国、他にあるかしら。ドイツでは、沈黙の守護者、と呼ばれ、韓国では、経済的共同体の心臓、と称賛された。いずれの表現にも共通するのは、声を上げない、という尊厳だった。日本という国は、なぜここまで、静けさ、にこだわるのか。それは単なる謙虚さではない。沈黙は、彼らにとっての美学であり、倫理であり、時に力の証でもある。だがカーターの旅は、まだ始まったばかりだった。情報の断片は次第に彼を東へと導いていく。向かう先は、沈黙の中心、東京、日本、成田空港に降り立った彼の耳にまず届いたのは、音のなさ。だった。無駄な喧騒がない。列も乱れない。あらゆる物事が、自己主張の代わりに秩序を選んでいた。これは文化か、それとも意図的な構造か。そして彼は出会う。元通産省官僚、田中正俊。その家は、まるで縮小された、思想、のようだった。剪定された松、年季の入った木造、無駄のない空間。なぜ支援し続けるのか、という問いに、田中はただ、お天道様が見ているから、と静かに言った。もしあなたがその言葉を聞いたなら、どう思うだろうか。理想主義、幻想。だが、その言葉に込められた、責任は、他人の目ではなく、自身の心情に根ざしていた。支援とは、誰かを助けるためのものではない。それは、自分自身が正しいと信じたことを、行動として選び取る勇気なのだ。それはまるで、誰もいない劇場で、一人踊り続けるバレリーナのようなものかもしれない。拍手も報酬もない。それでも彼女は、舞台を美しく保つ。日本の支援とは、そういうものだったのだ。声高な正義ではない。構造を支える静かな石。カーターはその夜、庭の松を見ながら思った。これは戦略ではない。価値観だ。ニューヨーク、
金融の心臓部。だがその鼓動が聞かせてくれるのは、金と権力の音ばかりではない。そこには、時に、沈黙の協定のようなものが、無言のうちに張り巡らされている。デイビッド・チェン。過去にゴールドマン・サックスで市場の微細な震えを読み解いてきた男。彼がカーターに見せたのは、単なる数字の羅列ではなかった。それは、世界のどこかで誰かが絶えず負った、責任の奇跡だった。全部、同じ動きだよ、とチェンは言った。誰かが退くとき、日本は前へ出る。この言葉は、記者としてのカーターではなく、一人の人間としての彼に刺さった。なぜ、誰も求めぬ支援を繰り返し行うのか。それは単なる慈善ではない。もしかすると、日本は崩壊を許さない種族なのかもしれない。世界が不安定になれば、自分たちにも遅れて衝撃が及ぶという計算。しかし、チェンが言った。これは、計算以上の何かだ。夜、カーターはロンドンへ連絡を入れる。欧州の知性を代弁する存在、マーガレット・スミス博士。その声には、科学と死の両方が宿っていた。日本は不可解な国よ。まるで、自らを世界秩序の一部としてではなく、その背骨、と信じているかのよう。彼女の言葉は、カーターに新たな視点を与える。それは地政学でも経済学でも説明できない、文化としての覚悟。ヨーロッパが混迷したとき、彼らは何も言わずに再建を買い支えた。政治的メッセージも、故事もない。ただ静かに、存在すること、が支援の形になっていた。沈黙の救世主、スミスのこの表現は、記者である彼の魂を震わせた。言葉を超えたコード、声なき英雄、ドイツの経済研究者、ハンス・ミレアもまた同じ言葉を口にした。日本がいなければ、2008年の金融危機は、さらに壊滅的になっていただろう。なぜ語られないのか、というカーターの問いに、ミレアは微笑みを交えて答えた。それが彼らの様式美なのだ。もしかすると、日本は、語ることで力を失う、ことを知っているのかもしれない。音なき協定、光なき援助、そして見返りなき選択。だが、最も震えを呼んだのは、韓国からの連絡だった。ソウル大学の経済学者、リー教授が送ったメールには、30年にわたる日本のアジア金融支援の実態があった。数字は氷山の一角に過ぎないと、彼は電話口で語る。彼らは、世界の安定が自らの責務であると信じている。まるで、帝国でもなく、覇権でもなく、宿命。として、カーターは次第に理解し始めていた。日本の行動は、正しさの定義が異なる場所から来ている。そこには宗教ではなく、倫理の習慣が根付いていた。そして静寂を携えた旅路の先、彼は東京に降り立つ。成田空港は、まるで境内のような空気をまとっていた。騒がしくもない、冷たくもない。秩序は強制ではなく、選択で保たれている。誰かが、見ている。からではなく、自分が見ている。から、リムジンバスの窓から流れる東京の風景は、ニューヨークともロンドンとも違う。誇示しない。都市、スーツ姿の人々は早足で歩くが、どこか柔らかさを帯びている。彼の目的地は、東京の静かな住宅街、世田谷の一角にある木造の家。そこに住むのは、田中正人元通産省の重鎮であり、静かなる構造を見届けてきた語り手。小さな庭には、手入れの行き届いた松があった。インターホンを押すと、扉の向こうから現れたのは、穏やかで誠実そうな老紳士。その語り口は、どこか寺の住職のような静けさを帯びていた。ようこそ、長旅、お疲れ様でした。日本語で丁寧に挨拶され、カーターは少し戸惑う。英語でお願いします。と言いかけたその瞬間、田中は微笑みながら英語に切り替えた。もちろん、今日は、ゆっくり話しましょう。畳の上に通され、緑茶が出される。時計の音さえ聞こえるほどの静けさ。その沈黙が、緊張、ではなく、敬意の形として存在していた。そして、カーターは確信の質問をぶつける。なぜ、そこまでして支援するのですか。田中は少しだけ茶碗を回し、静かに答えた。カーターさん、日本にはこういう言葉があります。お天道様が見ている。つまり、誰が見ていなくても、正しいことをしなさいと。あなたはどう思うだろう。誰も評価しない正しさを、ただ信じるがゆえに貫けるだろうか。だが、カーターは記者だ。彼は続ける。国家の規模で、それは通用するのでしょうか。田中の眼差しが少し遠くなる。1980年代、多くのアメリカ人が日本の自動車産業に職を奪われましたね。その責任は、我々にもあるのです。償いなのか、とカーターは思った。だがそれは、
過去を悔いる態度というより、未来を支える哲学だった。我々は学んだのです。勝つことと共に生きることは必ずしも同じではないと。カーターは茶の香りを胸いっぱいに吸い込んだ。それは過去の火薬の匂いとは全く異なる時間の香りだった。次の問いが喉元まで来ていた。では、その支援に対する見返りは、だが田中は首を横に振った。求める支援は、支援ではありません。それは、取引です。カーターの胸に何かが降りてきた。これは報道すべき事実ではなく、記憶すべき態度だ。彼は、庭の松を見た。それは誰にも語られず、誰にも褒められず、ただ美しく育っていた。支援とは、誰かのためにするのではなく、自分が正しいと信じることを表す形。それが、この国の哲学だった。田中正人という男は、まるで、構造そのものに人の形が宿ったような存在だった。彼の声は、抑揚こそないが、言葉の奥に長い年月が編み込まれていた。話し方にはせかしさも誇張もなかった。沈黙が会話の一部として機能する稀有な対話だった。カーターは、静かに確信に触れる。なぜ、日本はここまで静かに支援を続けているのか。それは、論理や戦略の問題ではなかった。田中の答えは、哲学だった。お天道様が見ている誰も見ていなくても、正しいことを選ぶ。それは一種の祈りに近い精神態度だった。他者の評価に依存しない行動原理。声を上げず、見返りを求めず、それでもなお、支える。という意志の形。カーターの中で何かがざわめいた。これまで、政治とは取引、外交とは駆け引き、経済とは競争だと信じてきた。だが、目の前の老人が語るのは、静かな修行のような国家観だった。田中は続ける。1980年代、多くのアメリカ人が日本車の流入によって職を失った。その現実を、我々は見ていた。だからこそ、支える番だと考えたのです。それは贖罪ではない。因果律のような循環の思想。受けた恩は、受けた相手に返すとは限らない。それは儒教とも仏教とも違う、日常に宿る倫理。だった。そして、田中は資料を静かに差し出す。リーマンショックの渦中。日本がどれだけのスピードで、どれだけの量の米国債を買い支えたか、その数字は冷たい紙に宿っていたが、そこに込められた覚悟は熱を帯びていた。表立った要請はありませんでした。日本としての判断です。この言葉は、カーターの中の強国神話にひびを入れた。最強国は、実は誰かの支えによって立っていた。その誰かが、語らず、求めず、ただ、続けることを選んでいた。支援というのは、相手の尊厳を守る行為でもあります。この一言は、アメリカ的価値観に真っ向から逆らっていた。アメリカでは、善行は告知され、称賛され、掲げられる。しかしここでは、黙って支えることこそが、最高の敬意とされていた。田中が指さしたのは、庭にある一本の松。この松は、50年前に植えたものです。毎日、水をやり、剪定をし、世話をしてきました。でも、俺が育てた、なんて叫んだことは一度もありません。その松は、まるで日本という国のメタファーのようだった。深く根を張り、静かに佇み、美しさを他人の評価に委ねず、ただ季節を受け入れる。カーターは、沈黙の中に、構造の力を見た。声の大きさではない。語られない強さ。見返りを求めない意志。彼の信じてきた世界は、ゆっくりと書き換えられていた。田中はさらに言った。2020年のコロナ危機では、日本の多くの企業が採算を度外視して医療機器の部品を作り続けました。なぜなら、世界の医療が止まれば、最終的に我々も打撃を受けるからです。それは、共倒れを防ぐという理屈以上に、連帯という概念が根底にあった。日本という国は、世界と運命を共にしているという思想に立っていた。カーターはその時気づいた。彼が見落としていたのは、沈黙の倫理だった。人は誰も見ていない時、何をするかで本質が決まる。国家もまた、そうなのかもしれない。彼は最後に尋ねた。もしアメリカが、この支援に感謝しなくても、それでも続けるのですか。田中は、わずかに口元を緩めていった。支援とは、相手のためにするのではなく、自分が正しいと信じることを行うためのものです。その瞬間、カーターの世界観に地殻変動が起きた。世界を変えるのは、強い軍事でも、豊富な資源でもない。それは、誰にも見られずとも、正しさを実行する者たちの累積された行為なのかもしれない。そして、夕日が松を照らす頃、カーターの胸の中に、記者ではない、人としての感情が芽生えた。それは尊敬でも、
感動でもなく、静かな恐れ。だった。この静かな男の言葉は、彼の中の最強という幻想を解体していた。飛行機の機内は静かだった。だが、カーターの内面では無数の声が交錯していた。田中正人の言葉は、まるで静かな雨のように心に染みていた。しかし、それはあくまで、ある世界の真実に過ぎない。記者である彼には、別の声も拾う責任があった。ワシントンに戻ったカーターは、まず、会議に耳を傾けることにした。誰かを信じたままでは、本質は見えない。それが、彼の職業的倫理だった。最初に会ったのは、保守派シンクタンクの研究員。マーク・ロジャース。武骨な言葉で、彼は切って捨てた。美談に酔うな。あれは説明責任の放棄だ。国家が数兆円規模の支出を、哲学で正当化していいはずがない。裏に取引があるに決まってる。声は冷たく、言葉は鋭利だった。その語調には、理性の仮面をかぶった。恐れが潜んでいた。正しさが語られすぎると、既存の秩序が崩れかねない。だからこそ、ロジャースは語る。国家に善意などない。それは幻想だ。カーターはうなずきながらも、どこかで田中の庭にある松を思い浮かべていた。声を上げずとも、真実はあるのではないか。だがその思いは、次の出会いでさらに揺さぶられる。リベラル系の経済学者、エミリー・デイビス。彼女はまるで、未来の代弁者のようだった。彼女の批判は、感情より構造に向けられていた。続けられると思う。このまま、日本が他国を支援し続ける体力があると思う。それは静かなる道徳より、持続可能性の問いだった。高齢化、年金負担、出生率低下どれもが、日本の足元を崩し始めている。いくら志が高くても、制度が崩れれば終わりよ。彼女は、支援の哲学を否定していなかった。ただ、それを、持てる者の責任ではなく、続けられる者の現実に変換しようとしていた。そして彼女はさらに続けた。支援される側つまりアメリカにも問題があるわ。もしその支援が前提の経済構造になっていたら、依存。それは静かな腐敗かもしれない。善意に包まれた麻痺。だが、最も冷ややかな水を浴びせたのは、元 CIA の分析官、ジョン・ブラックだった。彼の言葉は、まるで氷の塊のようだった。君は騙されたんだよ、カーター。静かな支援なんて、美化された操作だ。日本はアメリカを自分に依存させることで影響力を確保してる。国家に純粋な善意など存在しない。すべては国益の回路に収束する。ブラックのその断言は、まさに、信頼を切り捨てるための論理兵器だった。その夜、カーターは一人になった。資料も、証言も、声もすべて手放し、彼は田中の微笑を思い出していた。そこに、欺瞞はあったのか、あるいは、あまりにも古い善意が、現代の目に、嘘に見えたのか。翌朝、彼は別の視点に身を置く決意をした。日本は、果たして本当に一致団結していたのか。検索結果と政府資料、SNS の声、議会答弁、そこから浮かび上がってきたのは、内なる分裂だった。誰もが、支援を歓迎しているわけではなかった。なぜ、自国の借金が1000兆円もあるのに、他国を支援するのか、うちの福祉を先に救ってくれ。そうした声は、匿名のつぶやきとしてインターネットに溢れていた。議員の一部も語っていた。国民への説明が足りない。戦略なき支援は、ただの浪費だ。日本もまた、完璧ではなかった。その姿はむしろ、内面に揺れる誠実さだった。カーターの目に留まったのは、2019年に実施された日本の世論調査だった。アメリカへの支援を支持するか。答えは単純ではなかった。支持 45%、反対 35%、中立 20%。そこにあったのは、割れた感情だった。だが最も多かった支持の理由は、世界の安定のため。反対理由は、自国の財政問題。つまり、日本人は理想と現実の間で葛藤していた。カーターはようやく理解する。これは、日本という特殊な国の問題ではない。すべての国家が背負うジレンマだった。アメリカもまた、世界中に軍事、経済支援をしてきた。そして同じ問いを自らに投げかけられてきた。なぜ、自国の問題を後回しにして他国を支援するのか。結局、どの国家も完璧ではない。だが、それでも誰かが支えなければ、世界そのものが倒れてしまう。その時、最初に動くのは、声の大きいものではなく、静かに、正しいと思ったもの
なのかもしれない。カーターは結論を急ぐことをやめた。真実は一枚の旗ではない。それは何層にも重なった布のようであり、時間、文化、葛藤、意志が織り込まれた人間の集積だった。ただ一つ、彼の中で揺るがない事実があった。日本の支援には確かに何らかの誠実さがある。それが戦略であっても、哲学であっても、幻想であっても結果として世界の安定を保ってきた。それだけは誰にも否定できない。問題は、その支援をどう理解し、どう生かすか。それは日本の問題ではない。アメリカ自身が自らに問い直さなければならない問題だった。カーターが記事を発表したのは、日本から帰国して3週間後だった。タイトルは、日本が支えるアメリカ経済の隠れた構造。物語は、静かに世に放たれた。記事が公開されたその数時間後、世界がわずかに傾いた。静かに、しかし確実に、まるで誰かが空気の配分を変えたかのように、思考の重力が動いた。ワシントンポストのサーバーが記録的なアクセスに震える中で、最初に声を上げたのはウォール街だった。ベテラントレーダーたちが一様に、今まで理解できなかった線の意味を語り始めた。それは利得ではなく、倫理で動く力の存在を初めて認めた瞬間だった。そして、政治が動いた。財政委員会の一部が、日米関係の本質的見直しを議題に挙げた。我々は、知らぬ間に支えられていたのかもしれない。その発言に対して誰も反論しなかった。だが、何よりも予想外だったのは、市政の反応だった。デトロイトにいる父からの一本の電話。長年、強さを信じて疑わなかった男の口から、複雑な気持ちだ、という言葉がこぼれた。カーターは答えた。助け合うことは、弱さの証じゃない。むしろ、それが、本当の強さ、かもしれない。この言葉は、彼自身の変化を象徴していた。取材の始まりには、事実を求めていた彼が、最後には、意味を理解しようとしていた。そして、その意味は教育現場へと広がった。ハーバード大学の特別講義で紹介されたその記事は、静かな力についての議論を呼び起こした。なぜ我々は、声の大きい国ばかり注目してきたのか、世界を支えているのは、実は、語らぬもの、なのかもしれない。サミュエル・ハンキントン教授のその言葉に、教室は沈黙した。学生の一人が手を挙げる。なら、他の国々も日本のように振る舞うべきでは。教授は穏やかに笑う。だがそれは、日本が1000年かけて育てた、静寂の倫理。だ。他国がただ模倣して成立するものではない。ヨーロッパでも反響が広がった。ドイツの経済誌は、学ぶべき外交の沈黙、と題した特集を組み、フランス外務省では非公式研究会が始まった。主題は、支援外交の未来型。だが最も深い共鳴を見せたのは、アジアだった。韓国の保守系紙はこう記した。日本の支援方式は、アジア的価値観の精髄かもしれない。西洋の、ギブ、アンド、テイク、とは異なる、共にある、という発想だ。そして、世界各地の記者や編集者がカーターにコンタクトを取り始めた。BBC とのインタビューで彼は聞かれた。この取材を通じて、あなたが得た最大の学びとは。彼は迷いなく答えた。支援とは、形、ではなく、あり方、であるということです。カーターは、支援とは手を差し出す行為ではなく、構造そのものを支える決意、だと気づいていた。だが、そのすべての声の中で最も胸を打ったのは、名もなき一通の手紙だった。差出人はシカゴの高校教師、マーサ・ジョンソン。私は、あなたの記事を授業で使いました。生徒たちにこう教えました。本当の強さとは、誰も見ていない場所で正しいことをする勇気。だと。その一文は、カーターの目を潤ませた。国際関係という挙手的な話題が、個人の倫理と生き方に届いているそれこそが、記者としての報われ方。だった。そして半年後、東京から届いた一通のメール。田中正俊からだった。カーターさん、あなたの記事のおかげで、官僚の中でも議論が活発になりました。若い人たちが、支援とは何かを問い直し始めています。文末には、こう書かれていた。真実を伝えることも、一つの支援です。カーターは、机の上に静かに目を落とした。その言葉が、自身のすべてを映していた。彼は、最初から、支援される側、だけを見ていた。だが今、彼自身が、支援する側、だった。言葉によって、構造を照らし、人々の視点を変えていた。そして、ふと浮かぶ疑問。他の国々にも、まだ知られていない、静かな力、があるのではないか。強さとは、
軍事でも、資源でもない。感情を煽るスローガンでも、大声の演説でもない。それは、誰も見ていない場所で、ただ、正しいと思ったことを選び続ける姿勢。リーマンショックの時も、パンデミックの最中も、日本は静かに支え続けた。その姿に、返礼も感謝も求めなかった。支援とは、相手のためではなく、自分が正しいと信じるためにするもの。その言葉は、もはや田中正俊の言葉ではなかった。それはカーター自身の中に根を張り、一本の松となりつつあった。はじめは、アメリカ経済は日本なしでは成立できない、という事実に驚いていた彼。だが今、彼が理解していたのは、単なる依存関係ではなく、誠実さという価値観が、経済の底流を支えていた、ということだった。静けさの中に宿る強さ、語らぬ者が世界を支えているという逆説、声を上げない勇気。それは、時代の喧騒を超えて、これからも続いていく、もう一つの力、の物語。その物語は、今ここで終わりではない。真の影響力とは、誰も見ていないところで発揮されるものなのだから。世界を動かす力は、いつも目に見えるものではない。それは、時に数字では測れず、資源という言葉にも収まりきらない。目に見えないが、確かに存在し、静かに国の形を変えてゆくそんな力がある。例えば、ある国際会議の場、世界の名だたる学者たちが集まり、各国の未来をめぐって舌戦を繰り広げていた。そこには、エネルギー、軍事力、経済力という言葉が飛び交い、どの国が本物の資源を持つかが論点の中心だった。その中で語られたある言葉が、場の空気を一変させた。日本は、石油よりも貴重な資源を持っている国です。この一言は、疑念と嘲笑、そして沈黙を連れてきた。だが、少しずつ、その意味が、耳ではなく心に届き始めたとき、聴衆の表情が変わっていった。その瞬間、日本はもはや、資源がない国、ではなくなった。彼らが見落としていたのは、表面的な地図に乗らない、生きた資源、だった。石油やダイヤモンドのように掘り出すものではなく、使い方次第で無限に価値を生む、動的で流れるような存在それが、海、だった。日本という国の形を見てほしい。四方を海に囲まれ、狭く、起伏に富み、時に自然災害に脅かされる。けれど、その不安定さこそが、日本人という民族の進化を促してきた。持たざる国は、工夫を手にした。頼れない環境は、自立を育てた。奪われる歴史は、技術と文化で逆襲を描かせた。君もどこかで感じたことがあるだろう。なぜこの国は、これほどまでに外の世界へ開いてきたのか。なぜ、日本人の創造は、常に、内にある不在から始まっているのか。そこには、空白を埋める力があった。石油の不在が、造船を呼び、資源の欠如が、物流の発展を促し、武力を持たぬ中立が、外交と文化の繊細さを生んだ。会議の場にいたある学者はこう言った。国家の繁栄は、地下にあるものではなく、その国の選び方に宿る。選ぶ。ということ。それは、持っていないものを数えることではない。むしろ、何を育て、何を磨き、どこに価値を見出すか。その集積が、国家という人格を作るのだ。日本は、海を選んだ。ある時代、ある国は石油を選び、富と力を手に入れた。けれど、その富はいつしか血と交換され、その力は未来への恐怖をもたらした。日本は違った。海という透明で、誰にも所有されないもの、貿易という鼓動、文化という呼吸、防衛という鎧に変えていった。君が歩く港の風景を思い浮かべてほしい。巨大なコンテナが音を立てて積み込まれ、外国語のサイレンが響き渡る。そのすべてが、海の上に編まれた、見えない回路の一部なのだ。港とは、ただの物資の通り道ではない。そこには人の夢と、失敗と、希望と、交渉が積み込まれている。日本はその中継地として、無数の物語を受け取り、送り出してきた。だからこそ、国際会議で語られた、資源、という言葉が、ただの物質ではなく、選択であると気づいた瞬間、場の空気は音を立てて変わったのだ。日本の 99.6% の貿易は海を通じている。この数字の裏には、積み重ねられた、生きる知恵、と、逃げない戦略、がある。ただの偶然や援助では、半世紀以上も輸出大国ではいられない。海を見つめることは、未来を見つめることと同義だった。出雲型の護衛艦が浸水するとき、それは単なる艦船ではなく、海を守る石が具現化された姿だった。君がもし、自国に誇りを持てない日があるなら、思い出してほしい。この国は、
持たざることを知恵に変えてきた国だということ。持っていないことが、すなわち無価値ではない。持っていないからこそ、作り出す力が必要とされる。日本は、それを最も静かに、最も深く証明してきた国だ。世界を変える力は、力強い声や巨大な鉱脈ではない。それは、子供が将来、船を作る人になりたい、と言える国の姿にこそ宿っている。日本は今、再び、問い直されている。資源のない国が、なぜここまで来られたのかと。その問いに、日本はこう答える。海があったからではない。海を、生かした、からだ。と、そしてこの、生かす、という行為そのものが、この国の最も貴重な資源なのだ。経済は、かつて、地面の下に全てがあった時代を持っていた。そこにうずもれていた石油や鉱物こそが、国家の命脈を決めるものだと信じられていた。実際、サウジアラビアがそうであったように、地下に眠る富を通貨に変え、軍事力に変え、外交の主導権に変えてきた国もある。しかし、時代が進むほどに、その、信仰はゆっくりと音を立てて崩れていった。なぜなら、それは、ある者だけの物語だったからだ。壇上に立った若きマンチンフイの声は、流暢で自信に満ちていた。彼のプレゼンテーションは華やかだった。グラフ、統計、衛星画像、それらは理性を揺さぶり、視覚を支配し、聴衆を納得させる力を持っていた。だがそこに、魂を動かすものはなかった。その男が語らなかったのは、海、という存在だった。地中に眠るものだけが資源ではない。その常識が忘れられたとき、人は、見えるものしか信じられなくなる。だが、見えすぎるものは、しばしば本質から目をそらさせるのだ。会場は静まり返っていた。誰もが、彼らの論理に納得しかけていた。日本という国は、ただ偶然に助けられた、奇跡に過ぎないそんな空気が広がっていた。その時、アメリカ人の学者が立ち上がった。では、なぜ日本のような資源のない国が、経済大国となれたのか。この問いは、雷鳴のようだった。会場の天井から、無言の典型が降り注いだかのようだった。ジャン教授は答えられなかった。彼の沈黙が、世界の古い常識のほころびを象徴していた。そして、その裂け目から、新しい語り部が生まれた。マイクを手にした女の声は、穏やかで、しかし揺るぎなかった。彼女は数字ではなく、視点を語った。論理ではなく、選択を提示した。日本には石油も天然ガスも鉱物資源もありません。それでも、世界第6位の輸出国として、半導体、造船、バッテリー、文化において世界をリードしています。その理由は、たった一つ日本には海があるからです。最初、誰かが微笑んだ。海、そんなものはどこの国にもある。しかし、それは、持っている。か、生かしている。かの違いに気づかないものの反応だった。海はただの境界線ではありません。それは動く道であり、つながる力であり、生き残るための窓なのです。その瞬間、空気が変わった。数人の学者が顔を上げた。数字では証明できない真実がそこにあった。彼女はヨルダンの話を始めた。かつて海を持たぬ内陸国だったヨルダンがサウジアラビアと土地を交換し、わずか 19km の海岸線を手にしたという実話を誰かが愚かだと嘲笑した。だがそれは無知という名の傲慢だった。19km の海が新たな経済の欠陥を生み、国の呼吸を変えた。赤ハ湾という港がその 19km から生まれ、今や国際物流の用となっている。その話が終わる頃、会場には誰一人として笑う者はいなかった。そして、語りは再び日本へと戻った。私たち日本も、海があった。そして、その海を道に変えた。99.6% の貿易が海上輸送によって行われているという事実。それは単なる交通の話ではない。それは、日本の存在そのものが、海によって支えられているという証だった。君がもし、東京湾を眺めたことがあるなら、その先にあるのは水平線ではなく、希望だったことに気づけただろうか。港とは、未来への玄関口だ。そこに立つ者は、世界と向き合うことを運命づけられている。そして、横浜港、1876年に開港されたその港は、今や187の世界の港とつながり、1000万個以上のコンテナを扱うアジア最大級のトランシップ拠点となった。君が思う以上に、日本は、受け取る国ではない。むしろ世界に分配する国だ。海のネットワークにおいて、日本は静かに、そして確かに中心にいる。その港を支えるのは、造船業だ。LNG 船、スマート船舶、
デュアルフューエル推進線。これらはすべて、エネルギーを、情報を、文化を、運ぶための器だった。世界は日本に、それを託している。それは、信頼の証であり、技術力の結晶であり、未来への予言でもある。もし君がまだ、資源とは、地下にあるもの、だと考えているなら、一度、海を見てほしい。その深さと広がりの中に、未来の国家価値が静かに揺れていること。日本はそれを見抜いた。だからこそ、ただの島国で終わらなかった。その日、マイクの前に立った彼女は、世界の見方を変えた。そして、会場の誰もがその、静かな革命に巻き込まれていった。人はよく、愚かだ、と笑う。それは、目の前の、損しか見えない時に生まれる浅い反応だ。ヨルダンが石油ではなく、わずか 19km の海岸線を選んだという話を聞いた中国の代表者が、笑みをこぼしたのも無理はない。だが、海は、今日を与えないかもしれないが、未来を与える。赤ハ湾に映し出された写真コンテナが次々と積み下ろされ、潮風の中を巨大なクレーンが静かに動く。あれはもはや、港ではない。あれは、選択の結果であり、国家が、海という物語に参加した証だった。会場の空気が少しずつ揺らぎ始める。目つきが変わった。誰かがノートを閉じ、誰かが姿勢を正した。それは、数字ではない、実例が、人の信念を揺さぶる瞬間だった。そして、話は再び日本へと戻る。日本もまた、海を選びました。海に囲まれた島国は、選ぶ自由もなく、ただそこにあったのではない。日本は、その、与えられた環境を、医師の産業に変えたのだ。日本の貿易の 99.6% が海上輸送によって行われている。これは、地理的事実ではなく、国家戦略の表明に等しい。想像してみてほしい。その数字の裏に、いくつの港があり、いくつの造船所があり、いくつの漁村と物流会社が眠っているか。それは単なる割合ではなく、海に呼吸する国の脈拍そのものなのだ。物流は国家の血液循環である。それが滞れば、国は痺れ、やがて機能を失う。だからこそ、海に命脈を置いた国は、その鼓動を止めてはならない。そして、その心臓部が、横浜港である。1876年この港はただ開かれたのではない。それは、文明開化という時代の扉であり、外の世界へと向かう、決意の港だった。今、横浜港は187の国とつながり、年間1000万個以上のコンテナを動かしている。それは、物理的な量ではない。それは、つながりの質を象徴する数字だ。ここでは、日本製品だけが出入りしているわけではない。むしろ世界中の貨物が一度ここを通り、次の場所へと向かっていく。まるで、世界の記憶が一瞬だけ日本に滞在し、次の物語へと旅立つように、君は気づいていただろうか。横浜とは、世界のハブであり、地政学の干渉体でもあるのだと。その静けさの中に、幾千の交渉と、幾万の未来が詰まっている。だから、造船という産業が、ただの工業で終わらなかったのも当然だった。日本の海は、船を育てた。それは木を削る技術から始まり、やがて世界を動かすテクノロジーへと進化した。LNG 船それは、冷たい炎を運ぶ船だ。160度の液化ガスを、安全に、正確に、長距離運搬するために、日本は世界最高レベルの溶接技術、構造解析、極低温素材、そして高校 AI を生み出した。これが、単なる、船、だろうか。いや、それは、海を操る技術、であり、未来を輸送する知性、なのだ。そして忘れてはならないのは、それが、日本の海、から生まれたという事実。世界は変わった。今や地下に眠るものではなく、動き続ける、流れ、泳む力こそが、資源となる時代だ。海は、無限である。掘り尽くされることも、奪われることもない。それは、人がどう使うかによって、何にでもなる可能性の場だ。この話を聞いたとき、あるヨーロッパの老教授が、静かにうなずいていた。彼はおそらく、自国の港が衰退していく中で、その重みを痛感していたのだろう。海をどう生かすかが、21世紀の国家の未来を決める。その言葉は、比喩ではなかった。それは、構造的な真実だった。海は技術を育て、経済を支え、人をつなぎ、国家を守る。そして何よりも、文化を運ぶ。誰もが忘れがちだが、J-POP も、アニメも、文学も、すべては、海の物流によって、世界中に届いた。つまり、
日本のソフトパワーすら、海の上を走っていたのだ。貨物だけではない。思想も、希望も、そして日本という意味も、海によって世界に届いていた。だからこそ、海上に集まった者たちは、初めて理解し始めた。資源のない国、と思っていた日本が、実は、最も価値の高い資源を、それも、使い方、という観点で、世界のどの国よりも深く持っていたということ。その瞬間、日本に対する認識が、音もなく書き換えられた。そして彼女自身も気づいた。この国は、欠けていたのではない。ただ、見えないものを、使える力、を持っていたのだと。港湾とは、荷物を運ぶ場所であってはならない。それは、国が何者か、を証明する舞台であるべきだ。なぜなら、船はただ物を運ぶ器ではない。それは、意志、を乗せ、信頼、を届ける存在だからだ。世界の物流地図において、日本は今や、欠けてはならない点、となっている。それは地政学の偶然ではない。長年、海に育てられ、海に試され、そして海と共に答えを磨いてきた、選択の果実。だ。その中心に立つのが、造船という産業だった。だが、それは単なる産業ではない。それは、日本という存在、を世界へ押し出す力の化身だった。川崎重工、三井 E&S、ジャパンマリンユナイテッド。これらの名は、単に船を作る企業名ではない。それは、未来を組み立てる工房であり、海と技術の間に橋を架ける者たちの象徴だ。LNG 船、それは、世界で最も冷たい炎を運ぶ船。160度という極限の冷気を保ちながら、数千トンの液化ガスを海の上に浮かべ続ける奇跡の構造物。そこには、精密な溶接、耐圧の構造設計、極低温素材の科学、そして、揺れを制御する知性が宿っている。世界の 70% 以上の LNG 船を日本が受注しているという事実。それは単なる数字ではない。それは、信頼という目に見えない通貨を日本が最も多く保有していることの証だ。けれど、話はそれだけでは終わらない。日本は、そこに、次、を見た。スマート船舶、自律航行船、環境対応型のカーボンニュートラル船。これらは単なる機械の進化ではない。それは、海が変わる時代に応じて国家が何に責任を持つかという問いに対する答えでもある。日本は海の未来を技術で先回りした。それは逃げるためでも競争のためでもなかった。海という共有財産をどう守るかという問いに作ることで、そして静かに背負うことで答えようとしたのだ。だからこそこの技術はやがて防衛へと接続されていく。海を生かす力は、そのまま、海を守る力に変換される運命を持っていた。防衛産業、その言葉には、どこか硬質で攻撃的な響きがあるかもしれない。だが日本において、それは、外から守る。よりも、内の構造を揺るぎないものにする。ための営みだった。日本列島。その知性は美しく、そして危うい。北には核を携えた国家があり、東と南には海洋覇権を競う大国の影が揺れる。西には大陸が横たわり、歴史を抱えた関係が絡む。その複雑なバランスの中で、日本は、非攻撃を前提に、自らの海を、通行可能に保つ力を育てるしかなかった。その象徴が出雲型護衛艦だ。空母としての機能を秘め、F-35B というステルス機の運用も可能にするこの艦は、単なる船ではない。それは、誰の許可もなく、自らの海を守るための国家的制約だ。それは、自立の象徴だった。白根型輸送艦、奥流型潜水艦もまた、拡張する、動く国境線を守る道具ではあるが、同時に、外交の道具でもある。力を誇示するためではなく、対話の場を崩さないための抑止力。そう、日本にとって、防衛とは、外交の沈黙の延長線なのだ。そしてもう一つ、注目すべきは武器輸出の姿勢。もはや日本は、受け取る側ではない。今、日本は、選ばれる側になっている。2012年以降、東南アジア諸国との間で締結された契約群は、単なる兵器の売買ではない。それは、日本の海洋技術の延長線が、世界の信頼構造に入り込んだ瞬間だった。新型潜水艦、対潜哨戒機、レーダー、ドローン、それらすべてが、静かなる力の結晶だった。注目すべきは、それらの技術がすべて、造船技術に根ざしているという事実だ。
高精度な溶接、衝撃に強い複合素材、振動を制御する構造設計。それは、海に耐える技術であり、同時に、未来に耐える構造。なのだ。造船は、軍艦を生む。軍艦は、外交の後ろ盾を築く。そして、それを世界に届ける物流システムまでもが、海に根を持つ日本の港湾によって支えられている。スピード、正確さ、安全性。それらすべてが、日本の無形の輸出力。だからこそ日本という国は、単に、作れる国、ではなく、届けられる国、として世界に記憶されつつある。届ける力、それは、ただの技術ではない。それは、他国には、まだ見えていない未来を、日本が先に具現化しているということ。そして、その根源には常に、海、があった。だが、海は水平線の果てで終わらなかった。日本の視線は、さらにその先空へ、そして宇宙へと伸びていた。君は知っていただろうか。今、日本は、ドローンを無効化するレーザー兵器を独自に開発し、すでに、配備という現実に手をかけているということ。青ここの静かなる名前を持つシステムは、ただの兵器ではない。それは、日本の防衛哲学における新しい象徴だった。音を立てない破壊、物理的な接触を伴わない抑止。それは、日本が長年かけて磨き上げてきた、見えない力の延長線にある。アメリカ、イスラエル、ドイツ、この分野に進出できたのは、限られた技術先進国だけだった。だが今、その一角に、日本が確かに立っている。なぜ、そこまでたどり着けたのか。答えは明白だ。海の技術が、そのまま、空の戦略へと進化していったからだ。高精度の制御、エネルギーの伝達と保持、振動への耐性と熱の安定。すべては、海という不安定な舞台で育まれた、均衡の知恵。だった。そしてその知恵は、今や宇宙へと向かっている。人工衛星、衛星通信網、早期警戒システム、ロケットによる軌道監視。これらはすべて、海を守るために宇宙を使う、という思想から生まれている。君が思っている以上に、海は、立体的な空間へと進化している。それは、ただの水平面ではない。もはやそれは、三次元の戦略領域、となった。日本はそこを見逃さなかった。むしろ、誰よりも早くその、縦の空間に入り込み、自らの安全保障を、重力の外にまで引き上げていった。そして何よりも注目すべきは、これらすべてが、資源がなかったから、生まれたという事実だ。石油がなかった。鉱物も足りなかった。天然ガスさえ、ほとんど自国に存在しなかった。しかしその、欠如は、日本にとって、始まりだった。なぜなら、足りないものがあれば、人は、生きる方法を設計し直すしかないからだ。君はもう気づいているはずだ。海は、日本という国にとって、条件ではなかった。それは、戦略の母体であり、精神の器であり、未来の証明だった。日本が造船業を育てたのは、石油がなかったから。防衛産業を進化させたのは、脅威に囲まれていたから。外交と安全保障の主導権を持ちたかったのは、誰にも頼れない。現実の中で、自律的に生きるためだった。この国は、与えられなかったこと、作ることで克服してきた。そして、つなげることで価値に変えてきた。日本という国は、地下を掘らなかった。代わりに、海を読み、風を使い、星に手を伸ばした。それは、弱者の戦略ではない。それは、創造者の美学だった。貿易の 99.6% を海で賄う国。世界第2位のトランシップ港を持つ国。LNG 船の建造で世界を牽引する国。半導体とアニメ、そして医療機器を静かに届ける国。そのすべてが海から生まれた物語だった。だが最も重要なことは、私たちはまだ終わっていない。ということ。日本の海は今も広がりを止めていない。それは領土ではなく、思想として、信頼として、技術として、静かに成長を続けている。だから、君ももう一度問い直してみてほしい。私たちの国には何があるのか。そう問われたとき、もう、こう答えていい時代なのだ。私たちには、海がある。と、その海は、希望であり、挑戦の舞台であり、世界に向かう窓であり、未来そのものだ。それは、かつてなかった資源を、ある、へと変えてきた民族の、静かなる誇りだ。かつて、日本には何もない、と言われていた。地下資源がない。土地が狭い。人口も減っている。そう語られるたびに、この国は、足りなさ、
という呪文に縛られてきた。だが今、その呪文は静かにほどけ始めている。きっかけは、大きなエネルギーでも、派手な軍備でもなかった。それは、静かな事実、と、一人の言葉、から始まった。資源がない。だからこそ、考えた。だからこそ、つなげた。だからこそ、作った。この逆説こそが、日本という国の本質だった。ハーバードの会議場で語られた、10分間の海。その時間は、世界の見方を少しだけ変えた。資源のない国が、世界の未来を設計できるという証明だった。世界の研究者たちは気づき始めている。この国の力は、持っていること、ではなく、使えること、にあったのだと。海洋政策、港湾モデル、輸送網、それらすべてがロールモデルとなり、アジアの島国、内陸国家、新興経済圏へと静かに伝播している。そして、その影響は外だけにとどまらなかった。日本国内でも、小さな革命が始まった。ニュース番組では、海洋国家、日本、が特集され、教育番組では、物流と貿易の仕組みが語られるようになった。子供たちは、海が、教科書の地形、ではなく、未来の入り口、であることに気づき始めた。海は、僕たちと世界をつなげてくれているんだね。その目の輝きは、どんな会議よりもまっすぐで、どんな理屈よりも力強かった。そしてある日、彼女は母校の小学校から講演依頼を受けた。結産会の話を、子供たちに語ってくれませんか。教室には40人の小さな瞳があった。キラキラと未来を映す、水面のような眼差し。日本には、石油も金もダイヤモンドもありません。でもね、私たちには、海があります。その海は、みんなの未来につながっているんです。言葉は、壁ではなく窓になった。静かな空気の中で、一人の少年がそっと手を挙げた。将来、僕も船を作る人になれますか。その問いは、答えを求めていたのではない。それは、可能性の扉がどこにあるか、を確かめる声だった。彼女は、静かにうなずいた。もちろん、きっと、もっとすごい船を作れるようになるわ。あの瞬間、すべての意味が一つに重なった。港も、技術も、外交も、プレゼンも、すべては、この一つの問いと一つのうなずきのためにあったのだと。その日、彼女は心の中で誓った。この海を、誇りの海にすること。子供たちにとって、それが、未来を生きる場所、になること。海は、交通路ではない。それは、思想であり、文化であり、希望そのものだ。かつてこの国は、例外、や、奇跡、と呼ばれた。だが、本当の奇跡とは、何もない、と思われた場所から、すべてを運ぶ力、が生まれることではないか。日本は、信じ続けた、目に見えない価値が、いつか、世界を動かす力、になること。そしてそれは、現実になった。海から始まったすべての道は、コンソラへ、宇宙へと続いている。テクノロジーは、境界線を越え、物流は、時間を縮め、文化は、国籍を越えて響き合っている。2025年、世界は激しく変化している。だが日本は、静かに、しかし確かに、自分のやり方、でその変化の真ん中に立っている。それは、持っていない者が歩いた道ではない。それは、自分にしかないものを信じた者の歩んだ道だった。だからこそ、胸を張って言えるのだ。私たちには、海がある。と、その海は、過去を超える力であり、今をつなぐ知恵であり、未来を開く鍵なのだ。そして君が、いつか誰かにこう尋ねられたとき、日本には、何があるの？どうかこう答えてほしい。私たちには、海がある。と、持っていることではなく、どう生かすかが、すべてを決める。石油がなくてもいい。ダイヤモンドがなくてもいい。知恵があれば、作れる。技術があれば、運べる。そして信念があれば、世界は動かせる。日本は、その証明だった。なかった国が、ある国に変わったのではない。ないままでも、動かせる国になったのだ。そして、これからもそれは続いていく。新しい世代が、海に夢を見るだろう。学校の授業で、ただの地図記号だった海が、未来戦略として語られる日が来るだろう。港町で生まれた子供が、いつか世界の船を設計し、日本の名前を静かに海に乗せていくだろう。そして、世界中の国が、この、小さな海洋国家のやり方を学びに来る。それは、もう未来の話ではない。それは、今始まっている。講演の後、彼女は静かに海の見える丘に立った。潮風が髪を揺らし、遥か遠くの水平線がゆっくりと光っていた。終わりも、壁も、そこにはなかった。あるのは、ただ、可能性。この国には、まだまだできることがある。
彼女はそうつぶやき、迷いのない眼差しで海を見つめた。この海がある限り、私たちはどこまでも進んでいける。だからこそ、私たちはこう胸を張っていよう。私たち日本人は、海で未来を作る国民です。と、そして、その道をこれからも歩むのだ。果てしなく、力強く、そして、誇り高く、まるで海のように。